っと今からどんな作業なのか。はい、これは沢種のかけ継ぎですね。全粒粉に水と元の沢種を混ぜて発酵させるっていう作業ですね。毎日やってるんですか？これはパンを焼く前の日の作業ですね。はい。でこれを6時間ちょいぐらい発酵させて。種は今何種類なんですか？今2種類ですね。この沢種とレーズンの種です。空気がこもってる。ここもともと何の物件だったんですか？ここはなんか何ですかね、肥料とか置いてあったり、小屋ですね。だからここまでのサイズのただの小屋だったんですけど、それをちょっと改装して、ここも壁だったんですよね。でショーケースを入れるのでくり抜いた時にオーブンをここから通して回転させてっていう感じで。ああ、これをやらない限りオーブンが入らないですね。あれも横向きにして上下分割できるらしくて、横向きにして1個ずつ入れてこの中で組み立てて回転してっていうのをやってもらって、回転させるのが多分一番時間かかりましたね。なんでわざわざこんな狭いところにしたんですか？なんかやっぱり自宅の敷地内っていうので、最初は奥に小屋を建てようかと思ってたんですけど、で石窯を作りたかったんですよ本当は。で薪でやろうと思ってた矢先に震災があって、それで薪が使えない、何年先に使えるようになるのかちょっとわからないっていうのがあって、ちょっと断念して、でオーブンを探してっていうところで、オーブン屋さんが一度ここを見に来て、ここ入るかもしれないよっていう話になって、じゃああるものを使おうっていう感じで、自己資金も別になかった、特になかったので、安くやりたいなっていう感じでやりましたね。あっちの奥の白いところが家なんですね。あ、そうなんだ。はい。本当近いですね。そうです。もう敷地内見ますっていうか、いいですか？庭がこうあってっていう。小屋をまずうちの主人が建てたんですけど、それ物置として建てたんですけど、お店にしてもいいかもねなんていう話をして、その隣あたりに石窯作ろうかなんていう話はしてたんですけど。いつからここに住んでるんですか？生まれた時からですね。私は実家がここなので。さっきと別のものなんですか？そうなんです。これレーズンと小麦をかけ継いだもので、結構液体状の種にしてます。いきます。こんな感じですかね。すげえシュワシュワいってます。そうですね。元気です。
ですかね、いつも入れてるのは。次のレーズンと水を入れた時にこれの残りを少しだけ入れるとたちまち発酵してくれるので、そういう感じで、だからこういろいろ試行錯誤しながらですね、本当に未だにいろいろ試しながらやってるような状態ですね。これはすみません。そうそう大変ですね。なんか年々やっぱり大変になってきますね、こういう作業が。なんかミキサー入れたのもその辺の体力の低下が大きいですね。最初ミキサーなしでやったの？そうですね、その2年前まではずっと手こねでやってたんで。はい、おかえり。あれ今待っててもらって。はいはい。ちょっとすいません。はい。お子さん何人いらっしゃるの？2人です。中3と高3で。パン屋やりながらってはい。大変じゃないですか？大変だったような気もしますけど、なんとかできちゃいます。やってますね。なんとか。いろいろ我慢してもらってることも多いかもしれないんですけど、なんとか。朝が忙しいですね。子供たちを送り出すとか。2人とも小学生のうちは楽だったんですよ。同じことを同じ時間にやればよかったんで。それがなんか1人中学生になり、今度高校生と中学生になりとかってこう生活時間がずれてくると結構バタバタしてますかね。あとライ麦をちょっと今日引かなきゃいけないんで、はい。引きながらあっちもこっちになります。これは可愛いシェフですね。そうなんです。多分これ一番小さいサイズなんじゃないのかな。ライ麦は引いてるんですね。混ぜてます。アメリカ産のオーガニックと栃木県産の無農薬と混ぜてます。今あったかいんでちょっとしばらく置いといて、夜の仕込みの時にふるいます。ふるんですか？はい。ふすまと分けて、今はちょっとほかほかな状態なんで。すげえ手間かかってますね。いやいや、あとはサワー種の種継ぎしてる全粒粉もひいたものですね。ここである程度ひいて冷蔵庫保管してるので、毎日ひくわけじゃないんで、これライ麦も全粒粉も毎回ひいてる方もいると思いますけど、私は何しろ武将なんでなんか結構ひいちゃって冷蔵保管とか。
すいません。これはカンパーニュの中種を仕込みます。それで明日本仕込みって感じです。この時間で上にちょっと上がるんですね。そうですね、倍ぐらいにはこんな感じで。さっきどこでしたっけ？さっきもっと全然低かったので、はい。結局息子が夕飯も全然食べられず寝てしまったので、フルパワーで遊んでる。羨ましいですよね、そんな何もできないぐらい疲れられるって。また違う中種を2種類仕込みます。季節のパンで今もうちょっとで春菊のパンが始まるんですけど、今何もなかったので、抹茶のパンをやってたんですね。それの中種ですね。最初は手ごねこのサイズ、このボールでやってたんですけど、これだとだんだん小さくなってきて、もっと大きいボールでこねてたんです。あ、でも1回にこねるので一番多いのは6キロちょいぐらいですかね。粉で6キロちょい。で次が、あとはライ麦のふるって終わりですかね。これでこの部屋での作業が今日は終わりですかね。はい、そしたらすぐ取れるみたい。今ちょっとなんかリモートでやってて、ちょっとしたら抜けてくる。昔はこれで焼いてたんです。自宅でその開業してない時ですね。あれが始まりなんですね。そうなんです。本当に家でこねてそれで焼いてっていう感じで。パン屋やってる奥さんっていうのはどういうふうに見られてるんですか？そうですね、すごいなっていうのが、やっぱりその労働時間がめちゃくちゃ長いので、朝2時に起きて、起きてるところはほとんど遭遇したことないんですけど、本当に起きてるのかどうなのか分かんない
でそしてねそこから16時間、働くっていうもう本当ブラック以外でも何もないところをずっとこうやり続けてるのはすごいなっていうふうに思いますね。はい。なんでやっぱそれでも続けられてるんですかね。なんでしょうね。まあ多分彼女のアイデンティティのようなものかなって、あと意地を感じますね。すごい意地っ張りっていうか強情なので、まあそれでやれてるのかなっていう気もしますけどね。私がすごい疲れてることが多いんでよく休めとか言うんですよ。あと種類を減らせとかで、私はそれをことごとく絶対休まないし減らさないって言ってやりきるっていうことが多いかな。そういう意味では言うこと聞かないっていうのはあるね。やだ、洗濯物とかが映っちゃいますね。せっかく片付けたけど。すごい汚いですけど。緩いかもしれないですね。はい。湿度が高いから。結構速度とか時間によって変えたりするんですね。そうですね。まあメインはこのゆっくりの速さでやるんですけど、途中ちょっとだけ中速使ってっていう感じで。
何でしたっけ？これがレーズンの種を昨日夕方つないだやつですね。液状なんですね。そうですね、これぐらいのゆるさですね。お店によっていろいろだと思うんですけど。今日の一日の仕事が終わるのって何時ぐらいになるんですか？パンが残るかどうかにもよりますね。普通にお店が5時までだったら6時とか6時半とかぐらいまで。店番も一人ですもんね。そうですね。温度計で測ったりはしないんですか？しないですね。なんか最初はやってたんですけど、これちょっとずつやらないと粉が飛び出しちゃうんです。多くて。レーズンスターターにしたこの種って、はい、いつぐらいからやり始めたの？本当に趣味で始めたのが6、7年ぐらいですかね。正確にはちょっと覚えてないですけど。最初は趣味だったの？そうですね。パン屋さんで働いたりして、それで家でやってみたいなってなって、でどうせやるなら天然酵母やってみようと思って
天然工房のやり方はどういうふうに学ばれてたんですか？図書館で本借りてきて、最初はそこからやって、でももうその頃のやり方で大体もうやってますね。これは2番目に仕込んだカンパーニュの生地ですね。生地作りの時にしてることなんかこううまく言えないですけどすごくいい生地ってたまにあるんですよね。触って今日のはいいぞっていう、それがまあいつも出せるようにしたいんですけど、何が良くてそんなにいい生地になるんですかね？なんかいろいろじゃないですか。温度とか時間、私もちょっとそこは知りたいぐらいですね。でもなんか今日はすごいいいこの生地っていうのはやっぱあるんですよね。コーヒーでも飲みますか？今あっちの工房の方でははい、する仕事が特にない状態なんですか？そうですね。今発酵させて時間が来たらパンチしていくみたいな感じで、それを順番にやっていく感じで、5時10分になったらさっきのカンパーニュの分割から入る感じですかね。米はレンジで温めるのすごい嫌いで、そうなると電子レンジってあんまり使う場面がなくなってきちゃって、結局私が荷物をどんどん上に積み上げてしまうので電子レンジはもう撤去して。これが何の生地ですか？これカンパーニュですね。
ちょっと息子を起こしたりしてきます。そうなんです。これだと部屋干しも楽っていうので、バスタオルはこのカバンに。以上です。おはよう。なんか面白かったんですよね、やっぱり。なんかなんですかね、その食べ物が発酵してそれがパンになるっていう、まずそこがすごく面白かったんで、それだけでやってみたいなっていう。あとはまあ必要ないものは別に入れなくていいやって思ってやってるので、それだけでパンになるならそれだけでやってみたいなっていう感じですね。入れたくならないですか？今のところはこのままで。やっぱり入れてるパン屋さんは他にはいっぱいあるんで、そういうパンが欲しい時はそっちに行けばいいやって、自分自身も食べる時もそうですけど、周りに美味しいパン屋さんもいっぱいあるんで、うちはこれだけでいいかなと思って。そもそも最初のパン始めたのとかっていうのは、もう普通のパン屋さんでイーストのパンでしたね。でそれパン作りが面白くなってきて移ったところがの先輩が天然酵母のパンっていうのをこうたまに試作で作ったりとかして、それを味見させてもらって、その時にはこんな美味しいんだと思ってちょっとびっくりしたんですね。なんとなくイメージでやっぱり酸っぱいイメージとか当時の私はすごくあったりして、天然酵母のパンかと思って食べた時の衝撃はちょっとすごかったですね。そうだったんですそうね。なんです。すごい美味しいと思って。
なんかお店でパン屋で働かれてて、ではい自分でこういう天然工房をやるようになって、ではい。こうどういう経緯でこうお店になっていったのかなっていうのが知りたいなと思ったんですけど、ちょっと待ってくださいね。全然大丈夫で。まあ趣味でだいたい休みの日に作ったりしてたんですね。天然酵母のパンは。で友達にあげたりとかしてて、でそのうち注文してくれる友達ができてきて、それで注文もらって焼くみたいなことをしてるうちに、だんだんもうお店やったらいいんじゃないかみたいなことを言ってくれる人がいたりして、それでまさか自分が店をなんて思ってたんですけど、だんだん現実的になってきて、なんか娘がちっちゃい時に大きくなったら何になりたいみたいな話ってよく聞くじゃないですか。それで大体小さい子って聞くたびに違って面白かったんでよく聞いてたんですよね。ででもなんかある時4歳ぐらいだったと思うんですけど、私何もなれないとか突然言い始めて、それでどうしたっていう話になったら、で娘はいろんなこと言うんですけど、私は大体じゃあお母さんは何になりたいって言われた時に大体私は、パン屋さんって言ってたんですよね。でお母さんはいつもパン屋さんって言うけどパン屋さんなってないじゃんみたいな感じで、だから私も何にもなれないみたいなことを言ったことがあって、でちょうどそれで迷ってた時期だったんですよね。パン屋本当にできんのかとかで、それを聞いて、あ、よっしゃ、じゃあお母さんパン屋なるって言って決めたって感じですね。だからまあ娘にもいろいろお母さんパン屋やるから娘もこういろいろなれるよっていうことを言ったっていう、それで始めた感じですね。でも本人は全然覚えてないですけど、そんな話があったんですか。そうなんです。とにかく自己資金が全然なかったんで、どうやってお金かけずにやるかみたいな。だからオーブンとホイールは新品ですけど、あとはいろいろもらってきたり中古で買ってきたりとかでしたね、最初は。それで手ごねでっていうのもあって、置き場所もないしミキサー高いしなと思って手ごねでできる範囲でやろうっていうのが最初だったんですね。
ス見てきますんで。あ、いってらっしゃい。水筒持ったね。T シャツと風呂敷持った？うん、はーい。よかった。パン屋やりたい人で見学に来た人とかもいるんですか？あ、いますよ。います。はい。結構最近来てくれて。あんまり勧められないんですか？そうですね。やっぱ朝早い、夜中仕事になっちゃうし、パンやったことないとかいう人だと全然勧めないですね。なんとなくこういいなぐらいで始めたいみたいな人、最初の頃は結構そういう方いたんですよね。こういうお店やってみたいっていう。はい、じゃあ。これから夏やばいですか？やばいですね。ここどうなるんですか、夏になると。めちゃくちゃ暑いですね。すごい辛い時はしゃがみます。下の方はちょっと涼しいんで、こっから上はもうすごい暑い。もうこの50度までの温度計あるんですけど、全然もうあっという間に50度振り切っちゃってっていう感じなので。そんなレベルなんですか？そうですね。でまあ下の方はまだもっと全然低いですけど、体感というかこの辺顔のあたりはすごいもう50度ぐらいな感じで。それで結構やばくないですか？そうですね。だから真夏は
逆に閉めちゃうんです、お店。1ヶ月ぐらいもうバカンスですね。いや、とてもじゃないけど無理ですよね。そうですね、パンがダメになっちゃうっていうか、いいパンがそんな焼けなくなっちゃうんですよ、やっぱり。だれちゃうし、まあホイロの設定温度より外のが熱くなっちゃうんでちょっとだからあっちの冷房を効いてる部屋もこう生地を移動したり持ってったりしてやります。今ぐらいが一番やりやすいといえばやりやすい季節かもしれないです。今日の感じはどうですか？いい感じだと思います。山下さん、大学はい、の頃は何を勉強されてたんですか？私写真の勉強してたんです。へえ。写真学科にいて写真をやってたんで、まあだから暗室作業に似てるっちゃ似てるんですよね。一人でちまちまなんかやるみたいな。確かに深夜なんて完全に暗室です。そうですね、まあ、そういうのが好きなのかもしれないです。
専門学校もちょっと通って CG の勉強したんですよ。それでその後ちょっとゲーム作る会社に入って、まあプロジェクト契約みたいな感じでその仕事が終わったんで、終わりってなった時にちょうど母から帰ってきてくれみたいな話になっちゃって、ちょうどおばあちゃんが入退院繰り返して一人で大変だみたいな話になって、それでやむなく帰ってきたみたいな感じですね。こっち戻ってきても随分ガラッとそうですね。変わったんですね。そうです。やっぱ仕事もそんなないですしね。それだったらやっぱちょっと好きなことを仕事にするとかじゃないまでもこう関われたらいいなと思ってパン屋さんでちょっと働いてみたいなっていう。この後ちょっと時間空きますんで、よかったら休憩してください。パンの釜入れもそろそろですね。
んでいいですか？人間飛び出るんですよ。そうなんですいくら押さえても飛び出してくるんで、またちょっと押さえて。あ、こっち側で。
これはクリームチーズと砂糖とバターを混ぜたものですね。ちょっと風通しは悪くなるんですけど。ラストの釜入れでした。これを塗ってる時が一番眠くなるんですよね。そうですよね。昨日何時に寝たんですか？昨日は11時ぐらいですかね。起きたの何時なんですか？起きたのは2時に起きちゃいましたね。仮眠せずに夜まで行くんですか？はい。持つんですね。そうですね。そういう風になっちゃいましたね。仮眠しろって言われれば全然いくらでもできますけど、だから一番理想なのは販売で誰かが違う人が販売してくれるとかだとすごい理想ですね。もうちょっとポコポコしてると嬉しいなっていう感じです。
どうですか？今いつも通りという感じですかね。こんな感じです。じゃあ遠慮なくいただきます。ありがとうございます。はい、じゃあまた。ありがとうございます。はい。はい、チョコくるみクランベリーを一つと、はい。でシナモンロールを一つ。はい。お弁当もできますので。そうなんだ。へえ。こうやってお互い両替したりするんで助かります。何倍100円玉が倍になっちゃったな。あら嬉しい。助かります。で、はい。なんですけど、はい。30日の月曜日。30日の月曜どうですか今のところ？日。も結構なかなか良くなって下は全部なくなって。なくなりました。そうですね。でこの辺ですね。この辺がうまく開けてくれると。なんかでもいいですね。なんかお客さんといろいろなんか楽しそうな話。そうですね。なかなかなんかやっぱり長く続けてきて、そういういろいろ話せるお客様が増えてきたりとか、まあ、今の方もここで初めて会った人だったり、まあ、その前の人はもともと友達だったりとかそういう方もいるんですけど、ここで会って話すようになってっていう方と結構いろいろ話せるようになって。本当？ありがとうございます。それから、これあれですよね。ちゃんが久しぶりに来て、おそんなに硬くない感じで食べてる。でも私いつも食べる時そんな硬いと思わないんだけどな。他の人。こういっぱい買ってってくれたんで、もうオンラインなしにしますってすぐあげてやめました。ありがとうございます。
ですね。今日早い方です。そうなんですか。はい。もう7時過ぎちゃう時もあるし、そう。ご飯食べてもう一回戻って8時ぐらいまで片付けになっちゃう時もあるしっていう、いろいろですね、本その時それ何時間労働なんですかね。当に。何時間でしょうね。18時間ぐらいになっちゃいますかね。2日分どころじゃないですよね。そうですね。まあでも片付けはもう終わりのあれなんで、そんなに。結構そういう時次の日ぐったりじゃないですか。でもそうでもないですかね。だいたい慣れちゃったというか、最初の頃はもう本当に仕事の翌日はもう這うように起きてましたけど、ずいぶん慣れましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあこのまま行けばいいですか。はい。振り向かない方がいいんですか。全然好きなようにしてくれて大丈夫です。